ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さあ、今夜はですね、マシュマロ質問箱にいただいたお悩みに乗らせていただきたいと思います。高校1年生の方からいただきました。こんばんは。いつも楽しい ASMR をありがとうございます。私は高校1年生なのですが、一つ悩みがあってこのメッセージを書きました。その悩みは友達がなかなかできないことです。私は自分から話すことが怖いと感じることが多いです。誰かに嫌われるのが怖くて、クラスの子に話しかけることが上手にできません。話せる子はいてもどうしても浅い関係になってしまいます。どのような子に何を話したら良い関係を築きやすいのでしょうか。難しい質問かもしれませんが、少しだけアドバイスをいただけると嬉しいです。これからもひろみさんの動画を毎日夜に見られることを楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。毎日見てくださってとても嬉しいです。しかも高校1年生ってもう何年生まれ、平成何年だ、私よりも一回り以上離れた方からね、メッセージをいただく日が来るなんてね、ちょっと前は思ってなかったんですけど、まずね、送ってくださってありがとうございます。っていうのも、こういう悩みを一人で抱え込まないっていうのが一番生きていく上で大切だと私は思っています。人間って本当一人で考えるとろくなことあんまりなくって、私自身経験があるんですけど、負のループに入りやすかったりもするし、気分転換したりとか誰かに話すと意外と大したことじゃなかったように思えたりとか、すごいね、楽になることが多いんですよね。だからまず私にね、送ってくださったってそのアクションが本当に嬉しいし素晴らしいなと思います。でね、友達がなかなかできないっていうことなんですけど、私は友達は別にできなくていいと思っています。確かにいた方が楽しいんだけど、気の合わない子たちと一緒にいて無理に自分をね、嘘ついて話し合わせたりとかしても結局自分が苦しいだけだしつまらないんですよね。で、そもそも友達ってそんなにすぐできるものではないと私は思っています。軽く話せる子がいるっていう時点でも私は十分なんじゃないかなって思うんですけど、本当に一生に一人ね、出会えたら、親友って呼ばれる人に出会えたらもうそれはそれでラッキーだと思います。で、私は本が一番の友達になるんじゃないかなって思っていて、っていうのも生身の人間だとお互いね、いろんな環境だったりとか付き合う人とか仕事とかいろんなことで変わっていくんですよ。それはすごい当たり前のことなんですけど、変わっていくからこそ、ちょっと前は親友って思ってすごく楽しく話ができたけど今はできない、なかなか歯車が合わなくなっちゃったっていうこともあるだろうし、そう思ってたけど10年後また楽しく会話ができたっていうこともあるだろうし、すごくね、いろいろあると思うんです、人間同士。だけど本は読めば読むほどいろんな発見がね、これだって一冊の本をもし見つけられたとしたら、その本で体験できることもたくさんあるし、学ぶこともあるし救われることもあるっていう意味では、本は唯一変わらないね、自分がよっぽど変わらない限りはいい本ってずっと自分のそばにいてくれるなって、思うんですよ。だから、まず最初に言いたいのは、友達がなかなかできなくっても何も心配することはないんじゃないかなって思います。で、その次に書いてあるね、話すことが怖い、それは誰かに嫌われるのが怖いって書いてあって、そこはちょっとね、アドバイス、もし私ができるとしたらしたいなって思うのは、何をね、どうしても嫌う人はいるし、何をどう言ってても
自分のこと好いてくれたり味方になってくれる人はいるんですよ。だから嫌われたら怖いなっていう気持ちはよくわかります。私もよく見られたいってすごく思うタイプだったし、それによってみんなにいい顔ねして疲れちゃったりっていうことも経験したことがあるし、でその結果なんですけど、嫌う人は何しても嫌うし、嫌われない、嫌わないでね好きでいてくれる人は何しても好いていてくれます。よっぽどなんか人を傷つけるとかあからさまにねそういうことをしない限りはね。だから何が大切かっていうと、あんまりその自分っていうものを見失わない程度にね気を使ったりとかした方がいいと思うんですよ。あまりにもねいい子ちゃんになりすぎると本当に自分がいなくなっちゃうんですね。そう、私自身経験があるんですけど、本当にね先生に言われたことも友達に言われたことも全て OK イエスマンになってて、でそういう学生時代を送ってたから、なんか誰かがね体操にしてたら一番に駆けつけて応援して先生の期待にも応えてみたいなことをね、半ば洗脳だったと思うんですけど頑張ってやってた時があって、その結果自分が好きなことと嫌いなことが分かんなくなっちゃったっていうのをね経験しました。で分かんなくなってる自分にも気づけなかったんですけど、3年前きっかけがあって気づきました。でだから結局何やっても嫌われる、ね、ことがもしあるのであれば、そんな私が経験したようないい子ちゃんになりすぎていい人になりすぎて自分を見失うっていうハイリスクを負ってまでそんな人になる必要はならないと思うんですよ。だからそんなにねビクビクしなくっても全然大丈夫。その意図的に人を傷つけたりとか、本当にひどいことをね言わなかったらそれではそれでもう全然ね、あとはもうあなたのまま思ったこととかを言えばいいと思うし、その何をねどう話したらいいのかっていうことも書いてあるんですけど、一つ言うとしたら、その相手に興味をね持ってもらえるとその人ってすごく気持ちよく話せたりするので、例えば〇〇が好きって何かあったら〇〇なんで好きなのとか、その人に対してちょっとだけ興味を持ってみる。全然持てない人だったら本当に無理する必要はないんですけど、興味を持って一つ質問をすると広がることってあるし、自分が勉強になることもあるので、その目の前の人に少し興味を持ってみるっていうのは、一つ話しやすいのかなって。質問してみる。で何でもね答えて返ってくるから、例えばなんで好きかわかんないんだったらそれはそれで答えじゃないですか。なんで好きかわかんないのにこの人こんなに詳しいってすごいなとかね。いやもうちょっと掘り下げて聞いてみたら、何かねちっちゃい時に例えばそれで辛い時期を乗り越えたとか、めちゃくちゃこういう経験をしたとか、もしかしたらあるかもしれないけど、とにかくポンって気軽に聞いてみる。でもしそれが聞かれたくないとかいうことだったら、それはもうそれでごめんねって言えばいいんですよ。人と話す上でやっぱりいろいろ考えすぎちゃったりすると何にも話してできないんですよね。だけどそう人とのつながりとかコミュニケーションによってやっぱり自分の考え方も広がることもあれば、いい人とばっかり生きていけるわけじゃないから、社会に出る時にこの手のタイプの人はちょっとこうやって話した方がいいんだなとか、こういう時はちょっと話さない方がいいんだなとか、いろんな学びも生きていく上での術をね学んでると思って、そういうことを得られるチャンスぐらいに思っていた方がいいんじゃないかなって。もうそれが本当にもう苦痛で、それすらも苦痛でたまらないっていうことであれば、そんな苦痛なことを自分に無理強いする必要はないと思います。だからそんなに仲のいい子って学校でできることって稀なので、高校を卒業してまた広い世界を見ていろんな人と関わって自分も変わっていってポンって出会えたりとかするものだから、そんなに友達が深く話せる友達がいないっていうことに負い目を感じる必要は私は全くないと思います。でね、私
私よりも明回答があるので、これをちょっとご紹介させてください。動画の中でも何回かお話ししたことがあるような気がするんですけど、ザ・ブルーハーツの今はクロマニオンズかな、ザ・クロマニオンズのボーカルを務めてる河本大翔さんという方がですね、名言を残されているんですね。例えば一つ目、学校に居場所がない子に何か言ってあげてくださいっていう、話になった時にね、大翔さんは、居場所あるよ、席あるじゃん、そこに黙って座ってりゃいいんだよ、友達なんていなくて当たり前なんだから、友達じゃねえよクラスメートなんて、たまたま同じ年に生まれた近所のやつが同じ部屋に集められただけじゃんとおっしゃっています。で、もう一つ、趣味も違うのに友達になれるわけないじゃん。山手線に乗ってて、はい、この車両全員仲良く友達ねって言われても、いや、今偶然一緒に乗ってるだけなんですけどって、友達じゃねえよ。ただ、友達じゃないけど、喧嘩せず自分が降りる駅まで平和に乗ってられなきゃダメじゃん。その訓練じゃないか、学校は。友達でもない、仲良しでもない、好きでもない連中と喧嘩しないで平穏に暮らす練習をするのが学校じゃないか。だからいいよ、友達なんていなくて。ということ書いてあるんですよ。私も YouTube でね、なんか見て、もうほんとこの通りだなって思いました。だから友達がいないことに対して負い目を感じている方すべてに送りたい言葉ですね。このひろとさん、ちょっと引用させていただいたんですけど、それでいいと思うんですよ、本当に。なんだろうな、趣味も価値観も違う人間がね、たくさん世の中にはいるわけで、しかもその中で同じ年に生まれたっていうめちゃくちゃ限定的なね、しかも同じ地域じゃないですか。多分県をまたぐことはないと思うんで、高校でもちょっと地域は広がっても、そこに住んでる人たちっていうくくりで入ってる学校の本当に狭いね、限定的な人の中で友達を見つけるっていうのは多分ほぼ無理な気がします。ただ、その日常生活、学校生活を送る中で話せる子がいるっていう時点で私はもう立派だと思ってて、あまりにも自分の殻に閉じこもっちゃって周りも困ってしまうくらいね、話せないとかいう状況だと何かしらその今後ね、生きていく上でちょっとだけコツはいるのかなと思ったり、もうそこは振り切っちゃって、もう本当にそういうね、人の目を気にせずにね、そういうタイプの人はどんどん自分の道を突き進んで、自分が表現できる場所を探して突き進んだらいいんじゃないかなって思うんだけど、でもあなたはもうすでに話せる子がいるっていう状態なので、なんらね、私はね、心配することはないと思う。で、それでもし休み時間とか修学旅行とか学園祭とかあるのかな、そういう時にちょっと孤独にね感じてしまったとしたら、今はそういうね、狭い世界の中にいるからしょうがないし、あなたはあなたの世界を持ってるわけで、これからどんどん広げられるから、それを楽しみにねいればいい。高校時代の思い出なんてもうね、語ることなんて一切なくなりますから、楽しかった思い出の一つとして持ってることもあるかもしれないけど、私は高校時代一番ね、小中が結構大変だったんで、そういう意味では一番楽だったんですけど、勉強しかしてなかったし、結構すごいやっぱ狭い世界だったなって今となっては思うし、好きな人には何回も振られるし、青春、楽しい青春時代ではなかったんですよ。中には本当にキラキラ輝いてる女子とかねいて、すごい羨ましかったんだけど、でもそういうものはなかったです。ただ大学に入っていろんな思い出がまたできて、社会人になってってどんどん楽しくなってきましたし、今私はフリーランスとして働いてますけど、フリーランスになる前も会社員ね、肩書きなくなっちゃって人とのつながりがなくなるのかなって、すごく不安なところがあったんですが、真逆でした。自分で開業したことによって初めて問い合わせでねいただいた仕事の案件、
を通して知り合った人を通して知り合った人っていうのが本当にあったかくて、初めて友達って言える人たちだったんですよ。なんかそれは私にとって予期してなかったラッキーで、そんなこともあるわけなんですよね。だからね、高校のその小さい世界の中で友達ができないからどうしようとか、深く話せる子がいないっていうのはあんまりね気にする必要はないと思う。それはこれから広がる未来にね向けてのワクワクにとっておけばいいと思うし、あなたが否定されることは一切ない。友達がいないからあいつはダメだという人がもしいたら、ダメな例としてね、すごく狭い世界の中で狭い価値観の中で生きている人なの例だとして俯瞰してればいいと思います。冷静に。で、ほんと寂しくって辛いなとかだったら、このようにマシュマロにメッセージをね打っていただいて、全然私は嬉しいですし、その自分の居場所って一般的なところに収まる必要はないんですよ。インターネットの中のホッとできる場所があればそれはそれでいいし、例えばゲームが好きでゲームの中にあったっていいし、例えば部活動でもいいだろうし、習い事でもいいだろうし、とにかく自分を表現できる、ホッとできる場所、安全であってほしいけどね、そこはマスト。自分の身は自分で守らなきゃいけないし、こういう時代だから変にいろんなところに行くとやっぱり変な人もいるから、そこはねちゃんとアンテナを持ってほしいんだけど、でも YouTube だったら YouTube でいいじゃないですか。私のチャンネルにもしそういうものを見出してくれていたとしたらすごく嬉しいですし、そういうものをね一つでも持ってたら、出会えたら十分なんじゃないかなと思います。私は今自分を表現する場所としてすごく YouTube お世話になってますし、皆さんと顔は見えないけどコミュニケーション取れることが日々の活力になってたりします。それは高校時代全然、YouTube もなかったしね、年がバレちゃうけどなかったし、あったけどこんなに大きなプラットフォームでもなかったし、そういうところに自分の居場所を見出せると思ってなかったですよ。だから私も正直高校時代は友達がねいっぱいいるといいなって、いっぱいいる人がちょっと羨ましかったです。で、高校3年生になってようやく一人二人本当に好きだなこの子って思える子に出会えたんだけど、それまでは全然いなかった。だからご飯食べる時も一人は嫌なんだけど一緒に食べててもつまらないなって正直思ってたんですよ。でも今思うと本片手にねとかスマホでね自分の知りたいコンテンツとかね好きなものとかを見ながら食べてた方が得られるものがあったんじゃないかなとか思うこともあります。もちろんいろんなタイプの子を知れたっていう意味では勉強にはなったこともあるんだけど、でも本当河本ひろとさんがおっしゃる通り、たまたま居合わせた同級生なので喧嘩をせずに平穏に過ごす、その訓練をさせてもらってる。それはどんな場所に行っても必要な能力だからねっていうくらいに思っておいていいんじゃないかなって私は思っています。だからもし一人になっちゃったとして孤独に感じるとかだったら、それはまた相談というか気持ちを吐露するだけでも楽になることがあるし、メッセージを送ってる時間で休み時間が潰せることもあるし、そんな風に私のチャンネルをね活用していただきたいなって思います。はい、でもね立派です。自分で悩んでることをこうやって外にどうしたらいいかなって相談できる時点ですごく立派だなって思うし、もう努力してるじゃないですか。話せる子はいるってことは会話をねしてるってことだから、だから、相手にちょっと興味を持って質問するっていうのはねすごいねおすすめな方法ではあるし、意外な一面がねその人の一面が見れたりとかして面白かったりもするんで、自分のこと話すよりも聞かれたら話すんだけど、あるいはちょっと私はこれが好き、あなたはとかそういう程度言うんだけど、相手のことを聞き出すっていうのはなかなかねいい方法かなと思います。あんまりしつこく聞いちゃうと嫌がられちゃう可能性もあるけど、それも経験で学んでいけたらいいんじゃないかなって思うんですよね。
そうだからあんまりなんか気負いすぎず、深く深刻な悩みと思いすぎず、あなたらしさを失わずに高校生活過ごしてほしいなと私は思っています。皆さんからもよかったら温かいコメントをよろしくお願いします。はい、ということで今日は、高校1